皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1153日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士670名、戦車2両、装甲戦闘車2両、砲10門、ドローン30機、その他車両50両となっています。戦線全体では停戦期間中にもかかわらず、ロシア軍に46回の攻撃行動があり、ゼレンスキー大統領はトレツクでロシア軍が待ち伏せ攻撃を行い、ウクライナ軍部隊に戦死者が出たと発表しました。また、アメリカ国務省は停戦を延長し、戦争を完全に終わらせることを望むと発表しましたが、ロシアのペスコフ報道官は、他の命令がないとして、一方的なイースター休戦は終了すると述べました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ノルウェー国防戦略センターのミットゥン氏は、アメリカが停戦交渉を断念した場合、アメリカはその次にどうするのかについて分析しました。ロシアは、ウクライナの非ナチ化、非軍事化、占領地の併合、制裁解除を求めていて、一切譲歩しないことから、アメリカが和平交渉から離脱した場合の行動について、3つの選択肢を指摘しました。最初の選択肢は、バイデン政権の戦略を踏襲することで、ウクライナの勝利を目指すよりも、ウクライナの敗北を回避する戦略。二つ目は、ウクライナへの軍事支援の増強で、当初キース・ケロッグ氏が、インセンティブと圧力を組み合わせ、停戦と和平交渉を促進すると提案した報告書に沿ったものとなります。これにより、ロシアが交渉に失敗すれば、アメリカがウクライナへの軍事支援を強化することになります。三つ目は、ウクライナへの軍事支援をすべて停止するもので、おととし10月から昨年4月の間、今年3月に行われたものとなります。長いので簡単にまとめると、ミットゥン氏は、トランプ政権は、ウクライナを強化しようとする欧州の取り組みにうんざりしている。トランプ氏は、ウクライナの敗北を望んでおり、ウクライナの存続より、米ロ関係の再構築の方を重要視しているとして、軍事支援の停止を選ぶだろうとしています。これ以外に、ロシアと取引を行った国に対し、交換税をかける選択肢はあるかもしれないとしています。2番目。ニューヨークタイムズは、クレムリンの高官とつながりのある複数の人物に取材したとして、プーチン大統領がウクライナ問題で頑なに妥協を拒否しているため、孤立していると伝えています。ロシアは、これまで、ウクライナをノボロシアとして属国にする工作に失敗し、2022年のキーウ侵攻の電撃戦にも失敗し、現在、その復讐に燃えているとされています。また、プーチン大統領は、アメリカからの脅しにも全く耳を貸さず、自分の条件が達成するまで一切譲歩せず、毎日休みなくウクライナを攻撃する方針を堅持し、側近も予想以上の強硬さに衝撃を受けているとのことです。一方で、戦争の代償は一般市民に影響が及び、流血だけでなく、経済的破滅に近づいていることに気がつく人が増えていますが、プーチン大統領は容赦なく頑固で、周囲は苛立ちを募らせているとのことです。記事では、頑固じじいの野心のために血を流し祖国を破壊することに意味があるのだろうかと結んでいます。3番目。イラクの首都バグダッドで開催された国際兵器展示会で、ロシアの新しいミサイルシステムが周囲の微笑みを誘っています。
ロシアの防衛企業ロステックは QM134 ブラートミサイルを搭載した改良型コルネット EM 対戦車ミサイルを発表しましたが、これが時代遅れの技術と安物の部品を組み合わせだったとしています。軍事専門家によると、これはウクライナのストゥーグナ P 対戦車ミサイルを劣化コピーしたもので、通販で買える中国製のカメラと機械式アクチュエーターを組み合わせて作ったため、夜間や悪天候では使用できません。また、装甲貫通能力も 250mm で、自国の BMP 歩兵戦闘車は破壊できても、ウクライナ軍の M2A2 ブラッドレーや CV90 などの装甲を貫通する能力がなかったとしています。一方で、価格は他の最新対戦車ミサイルと同程度に高いとのことで、ロシア軍産複合体の技術開発力のなさと衰退ぶりが目に余るとしています。それでは、各地域の戦況です。停戦に関係なく戦況は変化していますので、そのようなところを中心にお伝えします。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が侵攻の目標としているスームイからクルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は晴れ。最高気温25度、最低気温10度。しばらく晴れの日が続きます。クルスク方面。この方面では、ルジアンが損害を出しながら奪還を進め、ウクライナ領内を侵攻しようとしています。そのうち、オレシュゲの東の森林では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が引き続き攻撃を行いました。今日は、タイガー装甲車1両と BMP 歩兵戦闘車2両で攻撃を行い、ウクライナ軍がドローンで応戦しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第80エアアサルト旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃は撃退され、ルジアンは殲滅しましたが、この場所がウクライナ軍の最前線となっていることから、戦況図では、この後方はルジアンが奪還したとして更新しました。面積は15平方キロになります。ハルキウ方面。この方面でも、ルジアンはわずかでも占領地を増やそうと前進を試みています。そのうち、ボフチャンスクでは、ルジアンが建物1軒ごとに前進を試み、建物のないところでは、タコ壺と呼ばれる穴から穴へ前進しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第57機械化旅団のもので、地図の場所にある第2学校のグラウンドにいるルジアンの様子となっています。この付近は2ヶ月前にウクライナ軍が奪還したところですが、戦況図ではこの付近4ブロックの奪還地を縮小させ、係争地に更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。シベルスク周辺。この方面でもロシアン軍が攻撃を行いました。そのうち、ビロホリフカでは複数の情報を総合すると、これまで要塞として数々の攻撃を撃退してきたビロホリフカの沿山に対し、ルジアンが複数の攻撃軸で攻勢を仕掛け、攻防戦となっています。ロシアン軍に近い情報では、鉱山の東側と南側は、ルジアンが占領したとの情報があり、気の抜けない状況となっています。戦況図では、この沿山全体で係争地が拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面でも、ルジアンの攻撃が続き、側面攻撃を強化しています。1番目。今日はトレツク市街地では戦況図に変更がありませんが、南のシチェルビニフカでは位置情報付きの映像によると、ルジアンが郊外で攻勢を仕掛けました。ルジアンは市街地の攻撃を縮小させ、突撃兵を郊外での攻撃に振り向けた可能性があります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第12アゾフ特殊作戦旅団のもので、
地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。この付近では、1ヶ月ほど前は、ウクライナ軍が南側の住宅地まで前進していましたが、現在はシチェルビニフカでの防衛に切り替えた可能性があります。戦況図では、この付近のウクライナ軍の支配地を最大 1.5 キロ縮小させ、係争地として更新しました。2番目。また、ルジアンは、シカバルカにも攻撃を仕掛け、未確認の情報では、集落の南側と東側の郊外を占領したとの情報があり、こちらは確認してまたご報告します。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは少なくとも3回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、休戦に関係なく、ルジアンが攻勢を仕掛けています。1番目。西側正面のウスペニフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落に突入し、ウクライナ軍は砲撃で応戦しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所の様子となっています。ウスペニフカの攻防戦では、以前は東西で両軍が対峙していましたが、ルジアンはそれで敗退しただけに、今回は南北で二分する戦いとなった可能性があります。今のところは、戦況図に変更はありません。2番目。また、その南8キロに位置するプレオブレ戦下では、ルジアンが集落に向けて攻撃を行い、未確認の情報では、ルジアンが集落を占領し、死傷者を集落から退避させているとの情報がありますが、こちらは確認が取れませんので、戦況図に変更はありません。3番目。ボホダニフカの南東にある地図の場所では、位置情報付きの映像によるとルジアンが攻撃を行いましたが、地雷に触れて前進が停止しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第35海兵旅団のもので、地図の場所の様子となっています。ルジアンは、1ヶ月前から同じ場所で撃退され続けていて、戦況図に変更はありません。それ以外のコスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面では、ルジアンが停戦に違反して攻撃を仕掛けた情報がありますが、前進にはつながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。今日もロシアン領内で不審な事件が起きています。1番目。サンクトペテルブルグでは、徴兵兵と契約兵の2人が一発の弾丸で地面に召される事件が発生しました。捜査の結果、弾は2人とも首を貫通していて、徴兵兵が撃った弾が契約兵にも命中したことが判明しました。しかし、その動機については不明で、2人が親密な関係にあったという説や、弾を込めた時に暴発した説、自殺の巻き添えになったなどの説があります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは2回攻撃を行いましたが、戦況図に変更のある情報はありませんでした。その他、今日は激戦の続くトレツクの様子を動画の最後までご覧ください。トレツクは人口35,000人の小さな町で、その後、ドンバス紛争で最前線の町になり、今年2月にロシア軍が占領を主張したものの、その後ウクライナ軍が反撃して現在に至ります。ロシア軍とウクライナ軍はこのような場所で戦っています。ご視聴いただきありがとうございました。